赤坂のアマラントスの宮崎と申します。本日は豚足のクルスティアンという料理を作らせていただきます。豚足3本、あとは豚の耳の部分ですね。それと、こちらがしびれになります。あとはベーコンと、豚のひき肉。癖があるこのちょっとしびれと内臓ですとか、その豚足、豚の耳なんかは一度こうお湯の中で入れてブランシールという作業なんですけども、一度これを沸かしてちょっと表面の臭みというか香りをちょっと取る作業をします。でこうだいぶしっかり沸いてきて、で上にちょっとこうアクみたいのがどんどん浮いてくるんですけど、このまま強火のまんまこう吹きこぼれる手前ぐらいで止めて、ざるにあけちゃいます。アクは取らないんですね。そうですね。このままこう煮込みにしていったりブイヨンを取るわけじゃないんで、ここでアクを取っても意味がないので、もう一回わーっと沸かしてしっかりアクを表面に出して、そしたらもう全部ざるにあげちゃいます。そしたらこのぐらいまでいったら、でどうしてもそのちょっとだけその豚のこうケバケバがちょっとある部分があるので、そこはバーナーで焼いちゃいます。でここまでしたら、このミルポアと一緒に、鍋で煮ていきます。でそこに、ベーコンのブロックと、これは粒のコリアンダーですね。香味野菜が、今日はニンニク、生姜、人参、玉ねぎ、あとパセリの茎、この辺を入れていきます。でひたひたぐらいにお水を入れて、一応こういう状態で、煮ていきます。で表面ちょっと落とし蓋をして、昔はこう蓋をしてオーブンで2時間とか2時間半とか煮ていた時もあるんですけど、結局この作り方として今一切塩を入れてません。旨味としてはベーコンぐらいです。でこの液体を最後に思いっきり煮詰めて、ほぐした材料と合わせるので、その煮詰める作業っていうのもあるので、蓋をしっかりしてオーブンに入れちゃうと、水分がそんなには減ってくれてないので、後で煮詰める時間がそれはそれで逆にすごい長くなってしまうので、ちょっと僕の場合は今やってるのはこういった形で、軽く落とし蓋をして火の上で煮ていくというやり方をしております。でこの状態で3時間から3時間半ぐらいしっかり煮て、そこからこう材料を取り出していくという作業です。これが今3時間半ぐらいですね。で煮上がったものです。ここにちょっともう骨が見えているのと、こういう串で刺しても全く引っかかりがない状態ですね。このぐらいしっかり煮てください。豚足が一番時間かかるんで、豚足がしっかり煮えてるってことは間違いなく他のものも、煮上がってるっていうことです。一応これが煮上がった状態です。そしてポイントは、これをほぐしている間に味の決め手となるこのベースの込んだブイヨンを発生して、でこれを火にかけておきます。豚足ですね。豚足は、簡単にこう分かる骨はこう取っていって、あと割とこう手で広げてしまってきれいに骨を外していきます。こんなに簡単に取れるものなんですね。そうですね。もうしっかり煮えてる証拠なので、逆にちょっと煮が足りないと結構
具がくっついてきちゃうので、ただでさえそんなに肉がしっかりあるわけじゃないので、少しこう豚足開いた時に軽くこう触っていくと細かいちょっとこれは歯に当たるなっていうちっちゃな関節の骨とかが稀にあったりするので、ここはより丁寧にこう広げるだけ広げて取り残しがないようにするのがポイントです。でこれ完全に冷ましてしまうと逆にこうゼラチンでまたプリッとくっついてしまうので、割とまだこう粗熱が取れたぐらい、まだこうほんのりあったかいぐらいにやるのがおすすめです。その方が綺麗に取れます。口に入って硬いものがないことをしっかり確認して、そしたら、ここから全ての材料を刻んでいきます。そしたらこの辺の材料を、結構細かめにカットしていきます。こちらは味がついてると。で要はこの材料がちょっと味がついてない状態なんで、煮汁も入れるんですけど、1% の塩をします。なのでこれは刻みながらボウルに入れて、分量を、決めてしまいます。で結構好みにもよるんで、大きな分厚い形で、ゴロゴロした具を食べたいときはこの時のカットを割と粗めにすればできます。ただ今日の、最終的に作る作り方がパートブリックという春巻きの皮のようなものに包んで焼き上げるので、中身は通常よりも少し細かめにカットしていきます。やっぱりそのフランス料理やってる人間であればフロマージュ・ド・テッドとかそういう豚足の料理っていうのは必ずやることになるというか、で実際フランスに行ってもこういった仕込みは結構頻繁にやってます。このミンチも入れるとだいたい1333なので 13g の塩をここに入れます。先ほど測った 13g の塩、あと卵、でここまで来たら、このぐーっと煮詰めたキウイソンを一気に加えて、あとはこのエシャロット、パセリ、エストラゴン刻んだものを加えて、バットに流していきます。これはすごいですね。もう本当にこの材料を煮たエキスなんで、もう全てこれを使うっていう。もともと昔教わった時は半分ぐらい煮汁を捨てて、である程度煮詰めて、あとは塩でもうちょっと塩を足して味を決めろっていう、もともとはそういう教わり方だったんですけど、ある時全部こうやって煮汁を煮詰めたものを入れた時に、こっちの方が全然その味に深みとかコクが出るなっていうことが気がついたんで、それ以来ずっとこのやり方でやってます。このぐらいになってくるともうあといつ当たるっていうか焦げてもおかしくないので、この辺からちょっと一回弱火にして様子を見ます。でもうちょっと煮詰めていきます。でこうなんか色もキャラメル色っぽくなってきたこのぐらいですね。ちょっとこう斜めにして本当にこういうこのぐらいまで煮詰めます。そしたらこれを一気に先ほどミンチにした刻んだものに加えていきます。
でこれしっかりこうやって全ての材料が混ざったら出来上がりっていうか、ここまでが、豚足の仕込みになります。で今日はこの冷やし固めたのをパートブリックを巻いて焼き上げるんですけど、例えば何かしらのこの状態で型に入れて、湯煎で火を入れれば、それを冷やせば普通に豚足のテリーヌとしても使えます。軽く冷ました状態でもうすごいゼラチン質なんでもうプルンプルンです。このパートブリックをこの大きさだと例えば半分に切ってで端をちょっと落としたのをそこに引いて、これは溶いた卵ですね。でここの上に置いていきます。こういう状態ですね。そしたらこちらを焼いていきます。で一応中身が唯一火が入ってないのが、豚のミンチ肉、煮汁を煮詰めて入れた状態で軽く火は入ってますけど、そこはちょっとまだ生の状態なんで、あんまりこう強火で一気に焼いちゃうと中に火が通らなくなるので、このぐらいのちょっとパチパチっていう音ぐらい、このぐらいの音の、温度帯で、ちょっとゆっくり焼いていきます。こうゆっくり全面こう軽く焼いてあげて、全体的にこうきつね色ぐらいになった頃にちょうど中にしっかり、火が通ってます。これで出来上がりです。でこのラビゴットソースっていうと、大体こうしっかり火入れた卵にケッパー、コルニッション、エシャロット、パセリが入るので、あえてこれ今回はビネガーにつけた、半熟卵で、そこにラビゴットで使う材料を添えていきます。これはフヌイユ、ウイキョウのサラダとディルとハーブ。これで完成です。じゃあいただきます。ちょっと作るとこ見てました。美味しそうです。ありがとうございます。だってネタのところであれだけでも美味しそうだなと思って、ありがとうございます。丁寧に作ってるとは知りませんでした。中がふわふわです。あ、はい。ふわっとした感じですね。いろんな、なんか、豚足感は全然ないですね。そうですね。はい。癖がなく作られてるっていう感じですね。はい。
これはどうやってこのまま崩しちゃう？そうですね、それはもう真ん中割っていただいて、要はその豚足が大体そういうラビゴトソースっていう卵のソースと一緒に食べるので、ぜひちょっとなんか卵と一緒にまた食べていただけると。これまた全然感じが変わりますね。卵とね、野菜のシャキシャキ感が全部伝わってきて、冷たくて美味しいですね。ちょっとそのラビゴトソースにも普通のものをやるんではなくて、ちょっと一工夫して半熟にしたものにすることでよりソースっぽくなるかなっていうのが狙いです。これは美味しいです。この卵の感じ。こっちは何でしょう？こっちはフヌイユですね。やっぱりそのゼラチン質なものと濃厚な卵黄なので、少しこうなんて言いますか、口が疲れてしまわないようにちょっとさっぱりしたお野菜とハーブを添えてます。これはぜひおすすめです。はい。とてもおすすめです。ありがとうございます。